ジャージャーファルコンの千秋です。安藤です。今年の12月から現行の保険証の新規発行が終了になって、マイナ保険証に一本化されるんやけど、今度は2025年の3月からマイナンバーカードと運転免許証が一体化したマイナ免許証が始まるんやけど、正確な日付は3月24日から始まるんよな。でも今日はこの話をしていきたくて、マイナ免許証の、切り替えがスタートするんやけど、保険証と違って、これは切り替えの義務はないんやけど、いろいろと、メリット、デメリットあるから、ちょっとそれを紹介していきたいんやけど、まず一つ目が、住所とか氏名の変更手続きが簡単になると。今までって、マイナンバーカードと運転免許証が別々やったから、引っ越しとかすると、役所と警察署にそれぞれ行かなあかんかったんやけど、マイナ免許証になると、市区町村の役場だけで手続きをすれば良くなると。に変わる。で、次に、運転免許証の更新の手数料が安くなると。今までの免許証だと更新手数料が2500円やったんやけど、このマイナ免許証が3月に導入された後は、従来の免許証の手数料が350円値上げされて2850円になるんやけど、その一方で、マイナ免許証やったら手数料が400円値下げされて、2100円で済むようになる。結構やな。ただ、切り替えは義務じゃないから、そのマイナ免許証と従来の免許証両方を併用することもできて、それぞれを更新するときは手数料が2950円となって、その従来の免許証を更新するよりも高くなる。はいはい。だから国からはマイナ免許証を使えよっていうメッセージやんな。実際そうやろな。これ大きいなと思ったんやけど、免許証の更新の講習をオンラインで受講できるようになるっていうメリットがあって。確かに。免許更新の講習って免許センター行って30分から1時間ぐらい講習を受け取ったと思うんやけど、それがオンラインで受けれるようになるんよな。ただこれは、そのゴールド免許の人に限られとって、普通に違反のある、ブルー免許の人ができやんないけど。なるほどね。ただ、これは、講習がオンラインで受けれるってだけで、視力検査とか、その写真撮影とかは、免許センターに行かなあかん。なるほどね。でもそれだけでも結構なメリットやけどな。どっちにしろ行かなあかんねやけど、講習の分の時間が削減できるから、結構大きいメリットやな、これって。で、次に変わることとして、ちょっとデメリットになるんやけど、もう再発行に時間かかるようになるんな。免許証を紛失したりすると、今までは免許センターで手続きして、即日交付されとったんやけど、マイナンバーカードと一体化したそのマイナ免許証を紛失すると、再発行に約1ヶ月半かかると。で、その間運転できなくなる。結構長いな、1ヶ月半かな。仕事で車使うような人は、致命的やんな。なくした時に。で、次に、運転免許の更新時期がマイナ免許証には表示されやんくなる。運転免許証は載っとるもんな。載っとるけど、マイナ免許証はその有効期限が記載されてないから、自分で把握したり、運転免許証の情報ってアプリで読み取れるから、それで確認できるからいいっちゃいいんやけど、アプリを介さずにまで免許証見れて、免許証見て、目で見て見れとったんが見れやんくなるから、ちょっとデメリットではあるかなっていう。こんな感じで、結構デジタル化が今進んどんなんやけど、マイナンバーカードのそのマイナ保険証の時も結構反対する人いっぱいおったけどさ。でもこれに関しては俺個人的にはいい政策やと思うで。その国のそういう政策とかってあんま自分に直結しなかったりもしくは微妙なの多いけど、いやこれに関しては全然賛成やわ。やっぱ手続きが楽になるのはいいよな。あと、うまくいけば身分証明書がだってマイナ保険証だけで全部できるってことやろ？そうそう。持ち歩く書類が減るからいいよな。マイナンバーカード導入の時もそうやったけど何かと文句つけるやつっていうのは何でも叩きたいんやって。正直マイナ保険証を反対しとる人たちの理由って本当に根拠ないっていうか、陰謀論めいたことしか言わんからさ。情報漏洩とかやろ。そうそう。国が監視しとるっつってな。チップが埋め込まれるとかな。国民を監視する目的があるんや。免許証電子レンジとかに入れとるんや。そうそう。ここで俺らはネタ的な笑い話できるけど、これやっとる人らは本気でやっとるからな。いや、大真面目やからな。で、それで IC チップを破壊させる。そうそう。結構危ないよな、でも。いや、危ないよ。免許証をレンチンして、それをレンチンした免許証をツイッターに上げる、その投稿が結構流行った時期があったんやけどもう焦げとるからな。火事になるってな。それ自体を再発行しなあかんくなる可能性も出てくるやん。そうそう。これ面白いのがでもこうやってIC チップで監視されとるからっつってレンチンで破壊しようとする人は電子レンジが人体に有害やみたいなそういう陰謀論もあったりするやん。いや、あるある。で、それは別に信じてないんかなっていう。確かに都合のいいとこだけ切り取ってだから何でも国を批判したいんやって。
こいつらは。大体そんな監視とか気にするんやったらネットやるなよって思うけどな。そもそもな。大体、もし監視しとったとしてもお前らは監視対象じゃねえやろと思うわ。それこそお前らが投稿してる X とかも全部個人情報とかさ、電話番号とか入れとるんやからさ、そんなん言ったらもう何でも無理やろ。そんな。スマホ捨てなあかんわな。そうそうそう。でもそれをやらんのは多分仲間と繋がりたいからやろ。そうやって。自分はちょっと特別な存在やみたいなさ、快楽を得とんのよ。なんか思った以上になんかそういう人多いからな。俺びっくりしたわ。なんか。ネタでやっとんのかさ、本気でやっとんのかちょっとわからんのやけど、マジで。母数がどれぐらいか知らんけどさ、こういう奴らが街におるって思うと怖いよな。すれ違っとるかもしれないやろ。こういうやつ。そう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 。話がそれたけど、こうやってな、そのデジタル化が進んでいく中でさ、そのマイナンバーカード自体がさ、そのスマホに搭載できるようにも2023年の5月からなっとって、だからもう今ってマイナンバーカードを持ち歩く必要すらないんよな、実は。いや、だからもう本当スマホさえあればって環境になってくよな、絶対。ただこれは今 Android しかできやんねやけどな。あ、iPhone じゃなくて。Android の方が先なんや。Android だけやな。iPhone は、2025年の春頃から対応するっていう予定らしい。やっぱ時代は Android やな。前の話になるけどな。前もな、こういう話をしたけどな。Android の方が優れとるんじゃねえかっていう。2025年の3月からマイナ免許証。で、マイナ保険証はもう発行されとるんやんな。発行されとる。全然、そのネット上で手続きができて、その一体化する。俺まだやってないんよな。今はもう普通に、なんかいろんな病院、歯医者とか内科とかどこでもそうやけど、マイナンバーカードをなんかかざす機械があって、そこにマイナンバーカードを入れることで保険証代わりに使えるようになっとんな。まだやってないわ。だから早くやらんと、その新規発行がされなくなるから。ああ、確かに。やらなあかんっていう。ただ、その新規発行が停止されるだけで、今持ってる保険証は最長1年間そのまま使用できるのと、あと、資格確認書っていうのが配布されるから、それは最長で5年有効ってことなの。なるほどね。こうやって移行のためのさ、猶予期間をいっぱい設けてさ、国もよくやっとるなと思うわ。河野さんが主導となってやってきた。そうやね。もうだいぶ前からな、河野さんはこうやってマイナンバーカードと保険証と免許証一体化するっていうことを言い続けとって、ようやく実現まで来とるからな。確かにな。不当に叩かれとるイメージがあるけど。なあ。ネット上ではめちゃくちゃ不人気やけど、河野太郎さんほんまよくやってくれとると思うわ。俺この間のさ、総裁選も河野太郎さん推しやったからな。そうなんや。残念やったな、じゃあ。こうやって河野太郎さんを推しとると、ネット上では叩かれる傾向にあるけどな。そんなん負けずにやっぱ信念は貫いてた方がいいんじゃない？河野太郎氏がさ、総理大臣ふさわしくないっていう人はぜひ、コメントしてほしいよ。やめてくれ。これ政治チャンネルじゃないから。でも実際自分が持つんやったらなんだかんだ最初のうちは2枚持ちになりそうやな。普通の免許証とマイナンバー免許証。とりあえず更新が来るまでは一旦2枚持ちにしといて。再発行1ヶ月半っていうのがネックスリルな。紛失すんなよっていう話なんやけどな、そんな大事なもんを。でもさ、そもそもその紛失する可能性も低いしさ、仕事で使っとったらあれやけど、大体紛失したら、身分証明書が全部なくなっちまうっていう人が結構おるんやけどさ。そうやんな。だって財布とかキーケースに入れてるもんな。身分証明書を使うときってそうなくない今。あんまないやろ。ない。あんまりない。だから、そこまでリスクじゃないかなと思うけど、今1ヶ月半かかるけど、いずれはもっと短縮されていくんじゃないかな。これだって本当にみんながさ、全部この保険証とマイナンバーカードと免許証を一体化するようになったらさ、1ヶ月半かかっとったら困る人絶対出てくるからさ。確かにな。大渋滞になるやろ、役所が。だからもうちょっと短縮されていくと思うけどな、さすがに。なんだかんだこのあたりは効率化されそうやけどな。デジタル化することでな。免許はだって即日発行できるやん。免許もあれチップ入ってるもんな。だから、そう。なんか仕組みとしては一緒のような気もするけどな。何が違うんやろな。統括しとる省庁が違うからってことかな。ここら辺ノウハウはな、共有してほしいもんやけど。役所の縦割り仕事のせいなんかなと思うけど。うんここまで来たらさ、もう俺全部一本化してほしいなと思うわ。パスポートとか車検証とかさ、自賠責の保険証とかもな。もういっそのことな。で、それ一本化して全部スマホとかで管理できたらなおよしって感じやな。そうやな。紙も減るし、なんか携帯してなかったみたいなこともなくなるしな。パスポートとかももう入国検査とかもあれも時間かかるからな。パスポートも確かID とかに一本化されてる国もあるんじゃん。アメリカとかそうなんじゃなかったかな、確か。だんだん小型化とかデジタル化してくんやん。もう紙の媒体でやっとる方が少なくなるで。ハンコもなくなったしな、役所では。なくなった。ハンコ押すときってもう銀行ぐらいのもんやな。銀行もほぼ行ってないけどな。こうやって反対する人とかさ、おった方がさ、政府はさ、いろいろ移行する人に対して特典を与えてさ、移行を推進するやん。
切り替えを。確かに。マイナンバーカードもさ、ペイペイかなんかが2万ポイントとかもらえたんじゃなかったっけな。マイナポイントみたいな形で付与されて、それをペイペイとか、ああ、そうかそうか。 D ポイントとか、楽天ポイントとかに交換できるようになってた。しかも結構な金額やった気がするな、5000円とか。ああ、だからそれ2万とかやったよ。そうそう、最初の方にやった人ほど確かメリットがあったよな、あれ。だから、なんかあるんじゃない？だから反対してくれる人がおった方がこういう還元とかやるかもしれんから、今回もマイナ免許証でな、ポイント還元やってほしいよな。台にしてな、うん。もっと騒いでほしいな、反対派の人。どうせやるのは変わらんし。だって普通に考えたら利点しかないけどな、フラットな目で見ても。だってそんな情報漏洩がとかいうやつも結局今も免許証とか落としたらそれも一緒やしな。これ気にしてたらさ、何もできねえ。できやんな。紛失がっつってもどんな身分証も紛失のリスクあるしな。それこそスマホだって落としたら大変なことになるし。絶対利点の方が多いわ。結構始まって早めに作ったんやけど、作っといてよかったと思ったわ。証券口座を作るのに必要だったの。なるほどね。ありがたいっすよ。いっぱいポイントもらえて。こうやってな、デジタルが進んで、今までさ、更新とか、住所変更とかにかかっとった手間が少なくなればな、公務員の人員削減にもなるしな。で、それで、減税とかになって、国民に還元されたらいいよな。まあ確かにな。うん。まあなんかこの流れでな、ネット投票とかもな、進めていこうっていうリベラルな人もよくおるけど。ネット投票解禁されたら絶対もっと投票率上がるけどな。投票所に行くだけが手間って言うだけで投票せんやつもおるしさ。若者は結構そうやろうな。めんどくさいとか。場所が遠いとかな。投票所が遠いとかな。うん、そんなんでいかんっていうのはすげえもったいないし。まあ技術的にはな、別にネット投票ってもうできるインフラを作ろうと思えば作れるんやけど、現実的にはな、俺個人的には無理なんじゃないかなと思ってるけどな。まあ確かに本人証明が、まあでも、なんとでもなるんか、ああいうのって。本人証明はできるけど、その本人証明があると、その無記名投票とか、その秘密投票が守られやんくなったり、はい。スマホの画面上で投票するってなったら、後ろで誰かに脅されて、どっかの宗教法人がさ、この候補者に入れろって有権者を脅したりする可能性があったりするから。確かにな。なんか若者とかやったら、まあ若者の投票権ある年齢やけど、グループで夏手にやって投票とかもなんかありそうで。まあ難しいか、結局。そうそう。投票を金で売ったりもできてしまうからな。こいつに入れるから1万円渡せみたいな感じでさ、やろうと思えばできてしまうようになる。まあ悪用はな、いくらでもできるな、そう考えると。無理か、じゃあ。まあやっとる国もあるけどな。3月からさ、こうやって便利なマイナ免許証が始まるからさ。まだ知らん人も多いじゃない。最近ちょっとニュースにはなっとったけど、全然まだ、実態知らん人も多いと思うから、ぜひ、この機会に。こういうデジタル化に抵抗がない人とかはどんどん進めてってほしいな。絶対便利になるから。そういう感じで今日は2025年の3月からマイナ免許証がスタートするって話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。